長寿ってもう一人でできないんです。一人で生きるんじゃなくて、みんなで生きることが一人ずつの長生きにつながる。はいさーい皆さん、今日は1年半ぶりの特別なゲストをお呼びしています。誰でしょうこの方は。クリスタルさんでーす。お久しぶり。もうね、1年半ぶりのクリスタル、きっとすごい喜んでる方もいっぱいいるかと思いますけれども、あれからもうどうしてました？最近一番大好きなことやってて、でそれは、生きがいワークショップっていうんですよ。はあ、やはりね、沖縄って言えば生きがいがすごく大事にされてるので、この生きがいについていろいろ考えたり教えたりされてるってことですね。いや、めっちゃいいじゃないですか。せっかく、久しぶりに登場してもらったのに、過去にクリスタルが出演したこの沖縄の健康長寿、また生きがいについての回をちょっと振り返ったりとか、数年前になるので、その時とちょっと違った見方があるかもしれないので、二人でそれに振り返ってぜひコメントをして、思い出話だったりとか、裏話だったりとかを今回皆さんにぜひ届けたいと思っております。ということで早速行きましょう。せーの、レッツゴーやー。皆さん、チャンネルの応援をよろしくお願いします。Merci de soutenir la chaîne. さあね、いろいろ過去の回、健康長寿沖縄のね、本当にこういう長寿について振り返りたいと思いますけれども、クリスタルと一緒に沖縄の健康と長寿っていうタイトルで調整薬草さんなど行ってきたんですけれども、その時はなんか思い出ありますか？特にいつもより嬉しくて、なぜかって言ったら私の専門は、本当は薬草なんですね。それを大学で研究したものだから、もうそこに行ってやっと私の知識をワンソさんに初めて教えられたっていう気持ちですかね。教えられたっていう気持ちですかね。そうですね。もう一生懸命クイズも予定してたからね。そうクイズも出しましたね。そうなの懐かしいですね。早速それを見ましょう。どうぞ。すごい広い、いろんなものがありますね。いろんなお茶とかサプリとか置いてますね。もうたくさん見たことがないような商品もあるんですけど、こちらどういったところですか？こちらは調整薬草っていうところで、いろんな健康食品を売ってますよ。いっぱいありますね。本当に見たことがないものもたくさん。早速クイズタイム。次のうち長寿の植物とされるのはどれでしょうか？いろいろ考えたけど、まず聞いたことない名前も出てたし、でもやっぱり沖縄ってすごく有名で、お茶にもしたりするものが入っててよく聞くから、やっぱり月桃かな？嘘。ごめんなさい。違うの？正解は A です。桜。桜は、沖縄の方言なんですけど、他の名前があって長命草ですよ。で、長命草って長い命の草じゃないですか。だから長寿の植物とされてます。長生きの秘訣、長寿の秘訣の一つがその長命草ですね。あれ、バスさん。これは四つ葉のクローバー？四つ葉のクローバーじゃないです。大きめの四つ葉のクローバー？バスさん。見たことないよ。これはクリスタルの専門なんですけど。でも初めて見ました。長命草。そう、これはなるほど。これは幻の植物なんですね。クローバーに似てるんですけど、大きめのね、少し。ちょっと違いますね。でも香りが、いい香りがしますね。面白い香りはしますね。よかったら食べてみますか？このままでも食べれるんですか？どうぞ。いただきます。これめっちゃ好き。本当？おかわり。ぜひサラダにかけてください。
いやー、懐かしいですね。この回でもクリスタルのおかげで、本当にこの長寿っていうことに、興味を持ち始めたというか意識し始めたし、ちょうどそれと同じぐらいの時期でね、海外でもブルーゾンっていうね、100歳を超えた、健康に100歳を超えた人たちが多い世界に5つの地域で、その沖縄がそこに含まれているブルーゾンっていう存在もね、海外でもう注目を浴び始めた頃だし、やっぱり朝鮮役所さんのね、この入り口のチャイナタウンみたいな感じの、このちょっと昔の漢方のなんか中国のなんか薬局とか、みたいな感じがまたすごい西洋人としてなんかみたいな感じだったけど懐かしかった。ね、いやでも今でも行ってるんですよ。下地会長元気ですか？そう下地会長元気ですよ。相変わらず。だからもうそこに実は外国人を連れて行ってあげてるんです。なるほどですね。薬草だけじゃなくて下地会長インタビューして、で下地会長もすっごい知恵を持ってて、生きがいは何かとか、なるほどですね。何の薬草食べた方がいいかとか。今でももう長命草を食べてる人がちょっと減ってきてるから。もう本当にそれも復活させたい。もうもっと長命草を皆さんにさせたいよな。なるほどですね。でもいい機会だし、長命草って僕もどこで買えるの？スーパーで買えるの？とかって聞いてたけど、別に雑草でしょあれ。いやだからもう自然に行けばもう普通にもう多分こう詰めるんだよね。もう一つ一緒にうるまの方で宮国先生のところ行ったんですよね。行きましたよね。これでそこで宮廷料理を作る体験をしました。次はそれを見てみましょう。私は琉球薬膳研究家の宮国幸恵と言います。今日は苦菜の白あえといって、これは結構苦いんですね。これを豆腐と味噌とピーナッツバターで和える伝統料理があるので。苦菜っていうのはどういう効果とか、お薬もない時に、この苦菜を潰してトントンって潰して汁を絞って、お腹が痛い時に胃腸の調子悪い時にこの薬を飲ませると胃の調子が良くなるっていうことで薬として使われてることが多かったんですよ。じゃあこの素敵な効果のあるものと宮廷料理っておっしゃってたので、これお味噌とピーナッツバターですね。なんか発想はないですね。これをこの混ぜ合わせ方は昔から伝統的に宮廷料理にされてたんですね。先生はこうやってじゃあここで料理教室もされたり、その昔の宮廷料理とか、僕昔の宮廷料理だったりとか、沖縄の食事がどうして健康なのかなどをこちらで普段から教えられてるんですか？料理を教えてるわけではなくて、そのなぜどんな栄養があって、健康長寿だったのかっていうことを教えています。そっちの方がねもちろんメインで、でその中で出てくる料理の、でも作り方とかも教えたりするんですね。こんな感じですか？もっと？いいです。めっちゃ美味しそう。いただきたいですね。美味しい。苦菜の苦いと味噌の辛いとピーナッツの甘いがいい感じにねバランスして、新しい食べたことないような味ですね。苦菜もそのまま食べてるから非常に健康的ですよね。茹でたらビタミンミネラルとかがねちょっとなくなるんですけど、生だからすごく健康的。こんなに素晴らしい、料理の中、ただそれだけではなくて効能っていうか体が喜ぶ、美味しいだけではなく健康で喜ぶっていうことが残されているので、これをもっと若い人たちに伝えていきたいという思いで教室を開いてます。これまで長寿世界一でブルーゾーンとして沖縄も有名になってきてますけど、それをまた昔に戻す健康な島に持っていくことが大きな目標です。いやーもうこれ本当にすごい勉強になった回ですし、すごいいい思い出で異食同源っていうこの感覚
食事と、体を良くする、ある意味お薬とかみたいな感じが一緒になってるっていう、医療っていう感じなのと、王様に作られる料理が、この王様の体調によって素材の選び方がもう変わってくるとか、これがね、もう宮國先生がその本、御前本草。御前本草、そうそう、御前本草って、ここの記録をね、もう研究されていて、それがもうそれだけでもすごい勉強になったんだけど、体験してから、宮國先生の薬膳の授業受けたんですよ。その後に。はい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 。結構2年かかってるんですけど、あとまだ終わってないんですよ。あと1年。で、一応薬膳 C でなりました。おー、すごい。いいですね。もう、クリスタルももう本当にもう成長していってて、お兄さん嬉しいよっていう感じなんですけど、沖縄の長寿が料理の影響もあるっていうことも言われてる、いろんな原因があるんですけれども、クリスタルのちなみに見解では、この食事以外で沖縄の長寿につながる秘訣っていうのは何があるんですか？教えて先生。他にはね、やっぱり友達です。友達、こんな感じ。今やってるの。この社交性ってこと？そう、社交性です。人と関係をこうやって仲良くしたりとか。だってもう一人だったら寂しいじゃん。でも人と一緒に喋ったり、ご飯食べたりしてたら、ストレス解消になるし。でも確かに沖縄ってこの人同士の関係も近いですし、とてもフレンドリーですし、昔から歓迎の文化ですからね。で、この今でも続く、例えばモアイだったりとか、そういうのもね、やっぱり常に人と会うきっかけにもなったりするんですけれども、次はですね、もう一つね、一緒に行ったって言えるかな、あれは。覚えてるかな、クリスタル宮古島一緒に行った時。宮古島行った時ね、ちょっと途中から具合悪くなって。そう、すっごいかわいそうで、もう本当に体調崩されてて。次は薬膳料理の方を、ティーラの里っていうところの、カフェ、リュウっていうところで、もう用意してもらったんですが、その時ね、クリスタルが食べれなかったものを、ちょっと映像で皆さんと一緒に見て、見解をぜひ今日聞きたいです。それでは、どうぞ。昔からこの島には病院がない時期があったんですね。でその頃に島の方たちが食べていた食材、これを現代風にちょっとアレンジしまして、このような御膳を作りました。その時代は島の人々は薬とか使わず、こういった食べ物で体が悪い時治したりとかしてたってことですか？まだこれはもう天ぷら。天ぷらなんですけど、こちらの方も飛髪ボドキっていう石垣とかに、生い茂って持ってる葉っぱなんですけど、もう一つ巻いてるのはお魚なんですけど、これもじゃあ伊良部島の。そうです。で飛髪ボドキの香りで魚の臭みを抑えるっていう感じで。なるほどですね。お汁の方は島野菜をたっぷり使ったお汁です。冬瓜、大根、人参、黄色人参と、もうヘチマ、緑豆ぜんざいです。体を冷やすっていう効能がありまして、ぜんざいでデザート。これはじゃあ最後に。そうです。ちょっと知らない僕にとっては未知の葉っぱなんですけれども、食べてみます。なんかほんのりした爽やかなお花のような甘さみたいな、本当にほんのりあって、これはもうバラエティ豊かで若い人たちでも楽しめるものなので、ぜひね、絶対口に合うと思いますよ。このヘルシーフードのイメージを覆せますし、優しくて楽しい味なので、ぜひ挑戦してみてください。本当に美味しそう。だから今でもお腹が空いてるから、もう本当に今でも食べたいと思ってるけども、行けなくてちょっとなんか苦しい。もう行きたかった。あの時残念だったね。どうだった？いろんないっぱい出てきてたけど、最後にぜんざいなんですよね。それは豆を食べて体を冷やすって言ってましたよね。言ってました。ちょっと暑がり
まあちょっと顔が赤くなったりとか、いつもと違って、ちょっとだけ熱っぽいとか、そう熱っぽいとか、そういう時はその豆を食べるんですよね。その時の、体を冷やすっていう感じですね。うわー、すごいまた勉強になりますけど。夏の時に食べた方がいい。だから伝来がもう夏に大人気っていう感じですね。すごい素晴らしい。あと本当に場所もね、もう景色が綺麗で、伊良部島の自然を食べながら海の景色が楽しめるのがもう最高だったな。また食べたいな。なかなか行く機会はないけど、また絶対食べに行きます。もう皆さんね、伊良部島に行ったらぜひもう僕とクリスタルの代わりに食べに行ってください。最後のロケはですね、クリスタルが行った場所ではないんですが、クリスタルもそこときっと深い縁があるんだろうなって思って、それがね、泉さんと一緒に行った大宜味村の鬼女花ダイジェストをちょっと見たいと思います。どうぞ。ばんちゃん、ここはね、はい、じゃんじゃじゃーん、見てください。大宜味村の鬼女花に来ております。鬼女花。鬼女花はね、芭蕉布が有名で、あとですね、長寿の村としてもね、有名。もう先輩方いっぱいいらっしゃいますよ。この集落に住んでる最高齢の方が、105歳になるおばあちゃんが、105歳。すごいね。はい、毎日歩いて、共同売店っていう売店があるんですけど、そちらでお買い物をされてるおばあちゃんがいて、すごいな。実はこの共同売店の中でコーヒー飲むこともできるんです。コーヒー飲みながら、茶葉飲みながら、みんなで集まって、ある意味そうだよ、ばんちゃん。安否確認もできるさ、みんなでね。いや、もう集落、本当に美しい集落を見て、最終的にここまで来て、本当になんか良さがすごい伝わってきたし、いろんなね、この長生きのヒントもいっぱい聞けましたね。どうでした？見て。面白い。もう泉さん本当に元気ですね。元気ですよ。長生きするって言ったら、皆さん多分持ってるのはもう、自分がこうしないと、ああしないとって思って、長生きするイコール一人でやるっていう考え方あるかもしれないですけど、長寿ってもう一人でできないんです。一人で生きるんじゃなくて、みんなで生きることが一人ずつの長生きにつながるっていう、なんかめっちゃいいこと言った感じだったけどいやー、本当にそこの秘訣は今世界中から注目されてるので、これはね、まだまだきっと気づいてない部分もあると思いますけどね、沖縄の方々には当たり前ってなってるんですけれども、その昔の知恵といえば、実はですね、今南城市の方で文化、また地域の過去と未来をつなげる素晴らしい取り組みをやってる会社がありますけれども、そのロケをちょっと予定しているので、次回一緒に行こうかな。久しぶりのロケどうですか？私行ってもいいですか？いや、もちろんですよ。ちょっともう久しぶりに出演するからちょっと緊張する？ちょっと緊張するかもしれないんだけど、大丈夫です。楽しみです。じゃあぜひ行きましょう。それでは See you シーさん。今日も沖縄の魅力をたくさん知っていただきました。うちのアンチの私でも様々な発見がありましたよ。皆さんぜひチャンネル登録をよろしく。うにげーさびらうんじくみそうりよ。